それでは、料理を作りたいと思います。まず最初に作るお料理は、やっぱり何といってもね、僕の得意な麻婆豆腐です。ただしですね、今回作る麻婆豆腐は、こうリアルにね、本当に私がね自宅で作ってる麻婆豆腐です。お店の麻婆豆腐とはね、また全然違います。なぜかというと、まず調味料が違うんですよね。やっぱり家庭で作れるような、麻婆豆腐ということと決定的に違うのがですね、山椒がないんです。なぜ山椒がないかと言いますと、私の父がね麻婆豆腐を日本に持ってきたんですけど、それがちょうど昭和27年、日本に来ましてね、その当時、四川省の山椒ありません。ですから私の父は、今もうおなじみのね、いろんなコマーシャルでやってる麻婆豆腐いっぱいありますけども、非常に食べやすいしびれのない麻婆豆腐を作ったんですよね。で豆板醤も当時なかったので自分で作った、いわゆる皆さんよくご承知の色の赤い豆板醤を使って、そういう名残がありましたので、実際私が今うちで食べてる麻婆豆腐っていうのはね、また全然店とは違うんですね。でもこれね僕大好きです。是非ねそれを皆様にご紹介したいと思います。でどうぞね、皆様流のアレンジして結構ですんで、美味しい麻婆豆腐をねお家で作っていただきたいなというふうに思います。それでは早速始めたいと思います。まずこちらですね、お豆腐大事ですね。この豆腐ね、この豆腐っていうのはですね、今日絹ごしを使います。なぜ絹ごし使うかと言いますと、やはり食べた時のその熱々感、それから滑らかさ、タレとの融合っていうのはやっぱ絹ごしのがね断然美味しいですね。ですから、木綿でもいいんですけど、やっぱり木綿でもなかなかないので、ぜひ絹ごしがおすすめですね。はい、でこれをねまず切り方なんですけど、これ大体今日使うその 300g ですね。これね 300g です。切り方っていうのは大体 1.5 から2センチ角ぐらいで結構ですので、あまりねここは気を使わないように、こう4等分しましたけど、今度こちら切った時に大体このぐらいのこんな感じの大きさになれば結構ですから。でこれはね水切りしないでください。なぜかというとね、後で茹でます。こんな感じで結構です、大きさ。はい、でこれちょっと置いときましょう。はい、次はですね、大事なのは薬味ね。ネギのみじん切り。大体ネギのみじん切りは太ネギっていうのがございますけど、10センチ長さぐらいのやつをこういう風なみじん切りにしといてください。こういう感じですね。はい、これ置いてきます。で次ですね、豚のひき肉、大体今日使うのは 100g のこの豚のひき肉です。はい、これを用意しましょう。はい、そしてこの豚のひき肉を炒める時の、麻婆豆腐の元となる調味料をね、もうここへ全部ね合わせておくと家では楽ですね。合わせておきましょう。で使う調味料は何かと言いますと、まずにんにく。にんにくはこういうチューブがすごく便利ですよね。もちろん生のにんにくでも結構ですし、そのすりおろしたものが小さじまず1杯、にんにくね小さじ1杯入ります。はい、そして元となるね大事な調味料ですね、豆板醤。これね僕は有機食品の豆板醤使ってます。色きれいですよね、すごくね。これをですね大体ですね大さじ1杯、結構僕ねこれ結構入れます。もう水切りで大さじ1杯入れちゃいます。大さじ1杯しっかり豆板醤を入れます。次はですね、この甜麺醤っていうね、これもねこういうのが売ってます。甜麺醤、これもねやはり有機食品さんの僕使ってます。非常に香りがいいですね、この甜麺醤はね。使い勝手もいいです。大さじ1杯ぐらいですね。これを入れちゃってください。はい、こんな感じですね。はい、感じです。はい、そしてね味の決め手となる大事な調味料、実はこれなんですね。石垣島のラー油つってね、ちょっとお高いです。高い分ねこれ非常に美味しいですね。これね、これをね、よく混ぜていただいて、なぜかというとこの下に唐辛子、香辛料がねこうドローっとした状態でありますので、ここはね是非ねよーくこのようにこう混ぜて
こういうふうに混ぜていただいて、でこれをまずこちらの方には小さじ1杯入れてください。はい、はい、これでね麻婆豆腐のこれ調味料です。にんにく、豆板醤、甜麺醤、それから石垣島のラー油、これが今これ用意しています。そして今度こちらですね。こちらにやはり先ほどの石垣島のこのラー油ね、下のやつもこれ大さじなんと大さじ1杯用意しておいてください。はい、こういう感じでね、はい、これでね準備完了です。あと必要な調味料は後で後ほどね、紹介していきますので、これから、麻婆豆腐を調理したいと思います。はい、じゃあね今からねひき肉を炒めていきましょうね。油がね大さじ2杯ぐらい入れればいいですね。大さじ2杯ぐらい入れましょう。はい、それでねここへねこの豚のねこれひき肉ですね、これを入れていきます。ちょっと潰すような感じでね炒めていってください。これひき肉の炒め方ってなりまして、まあこのくらいの量ですとねちょうど炒めやすいし、これ不思議なんでね音が教えてくれるんですね。今こうやってねだんだん火を通していきます。まずねひき肉にねしっかり火を通すっていうことが大事ね。こうちょっと潰しながらこのような感じで炒めていってください。ひき肉からもちょっと油が出てきますから、これがまたね後で麻婆豆腐のね味になります。今ねひき肉火通りましたね。香ばしく炒めていきます。だんだんですねこう静かにしてますと焚き火の音、ちょっとパチパチっていう音をしてきますんで、ちょっと待っててください。しっかりとねそこまで炒めた方が美味しいです。もうちょっとだね。あ、聞こえるかな。ちょっとパチパチって音がしますね。あ、ほら来た来た。はい、これはねどういうことかと言いますと、調味料入れていいですよっていうね合図なんですね。ほらほら音聞こえるかな。はい、そしたら一回火止めまして、これから調味料入れますのでまた油大さじ1杯入れて、はい、でここで先ほどのねこの例のトーチとこれですね。はい、これにんにくと豆板醤とそれから甜麺醤、あとラー油ですね。これが全部入ってます。もう全部いっぺんにこれ入れちゃいます。はい、入れちゃいます。はい、そしてここで大事なのはここで火をつけていただいて、これをよく炒めてください。香ばしく炒めるってことが大事ね。すごく大事です。このお肉に全体にこの甜麺醤と豆板醤の色がこうきれいに絡まるような炒め方をしてください。これすごく大事ですね。はい、こんな感じですね。はい、いいお夏のね香りもね、こうやって炒めてあげると、豆板醤、甜麺醤炒めてあげると、もうすごい美味しいね、いい匂いしてきます。こんな感じです。最高。はい、そしたらばここにですね水道のスープですね。家庭ではねやはりスープなんてないんで、これ水道のお水で結構です。大体お水をですね、そうですねカップ1杯ぐらい入れていただいて、ここでね一回もうね火止めましょう。はい、と同時に先ほどのこれですね、これトーチです。これを入れてください。これを入れてしばらくこう煮るっていうか置いとくと、トーチの香りがこのエキスに広がります。お醤油にはない独特のいい香りが。はい、で一旦これをちょっとどかしましょう。
次何をするかっていうとね、次大事なお豆腐です。ここがすごく大事ですね。はい、これにね、はい、これ塩一つまみ。もういわゆるね、このなんていうんですか、舐めた時にちょうどいい塩分だなぐらいでいいんですね。それぐらいの塩を入れていただいて、お豆腐を茹でていきます。これすっごく大事ね。これなぜ茹でなきゃいけないかって言いますと、茹でるとまずね、豆腐に弾力が出ます、ね、弾力が出るっていうことはですね、崩れにくいんですね。と同時に湯豆腐を考えていただくと分かるんですけど、食べた時に熱々感が出ますんで、必ずお豆腐を茹でてください。でだんだんね、火が通ってきますと、お豆腐がねダンスを始めます。少し動きます。この状態が最高にね、いい状態ですね。もうちょっと待ってください。今だんだん周りのねお豆腐がねダンスを始めますね。この作業はね、やはり美味しい麻婆豆腐を作る場合欠かせないですね。必ずやった方がいいと思います。はい、こういう感じでね、だんだんお豆腐がねダンス始めます。ほら、ここら辺の周りダンス始まった。ダンス始まるとね、お豆腐がねこうね、もうプルンプルンしてきた。最高の状態。はい、そしたらこれで OK です。これはね切りましょう。はい、そしたらここへすかさずこのお豆腐をすぐ入れてください。これ前もってやっちゃダメですよ。なぜかというとお豆腐が固まってしまうからね。必ず同時進行ぐらいな感じでやっていただければ結構ですね。はい、はい、あとですね、この先ほどのなんていうんですか、水っていうかスープの分量ね、これがちょうどバランスがいい感じね。これが一番いいですね。微調整してください。見た感じで。はい、そしてここで調味料を入れていきます。まずですね、中華味、これが少々。これ非常に便利です。胡椒が少々。あとお酒、オイスターソース、お酒がないからお酒です。オイスターソースが小さじ3分の1、醤油はね大さじ1杯ぐらいね。これで味付けしていきます。でトーチもだんだんねトーチの美味しい味がね、美味しいですね。はい、そしたら最後にうまみ調味料少々、そしてネギのみじん切りですね、これを加えます。はい、そしてね水溶き片栗粉、これはね同量ね、水が大さじ1、片栗粉が大さじ1、大体それをね2杯、片栗粉大さじ2、水2ぐらいのやつをこのような感じで。で家庭でやる場合はね、一回火止めて、今火止めます。余熱でやるとダマになりにくいのでね、我々プロはこういうことしないんだけど、家庭でやる場合水溶き片栗粉っていうのが非常にやりにくいのでね、これをさーっと混ぜたら全体に大きく混ぜてください。お玉の丸い部分でこれ見えますか、豆腐が崩れにくいのでね。はい、まず第1回目、はい、そしてもうあと1回、さあってやったら混ぜてください。混ぜてください。はい、そうしたら火をつけます。はい、ここで火がつきます。ちょっと動かしながらしっかりとね、次は片栗粉に火を通します。そうすると時間が経っても水に戻りにくい美味しい麻婆豆腐になります。グツグツね、この音聞こえますか、グツ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 、これすごく大事です。こうやってやればね、焦げませんから、ここでしっかりとね片栗粉に火を通すことが大事ね。窓を閉じ、そして先ほどのラー油がね入ります。これが香りになります。これだけねしっかりね火通すんですね。こうやってそうすると時間が経っても水に戻らない熱々感が出る。はい、最後にねちょっと化粧油ほんの少し
熱々感が出ます。もともと麻婆豆腐ってのは油をうまく利用した料理なんでね。はい、これでね麻婆豆腐出来上がりです。はい、これでね、はい、麻婆豆腐の出来上がりです。白いご飯とともにね、熱々を食べていただいたら大変美味しいと思います。以上、私がお家で作る陳建一の麻婆豆腐でございました。